伊藤さん、今日まで35年間、本当にお疲れ様でした。富田商事に入社して35年。今日で俺は長かったサラリーマン生活を終えることとなった。みんな、どうもありがとう。これからも頑張ってくれ。何かあったらすぐ連絡するんで助けてくださいよ。若手が冗談半分、本気半分でそんなことを言ってくる。ありがたく言葉はもらいつつも、俺ができることなんてもう何もないさ。そう切り返した。大きなことを成し遂げたわけでもない。重要な役職についていたわけでもない。それでも俺はこの会社が好きだったし、仕事が好きだった。十分君たちでやっていけるよ。俺なんかがいなくてもね。まだ不安ばっかですけど。どうやらこれは本音のようだ。苦笑しながらも若手の肩をポンと叩く。最後の砦とでも思っておけばいいさ。しばらくはのんびりしているから。その言葉忘れないでくださいよ。そう言って俺を送り出してくれる。オフィスは何度も新しくなったし、引っ越しもした。俺が勤め始めた頃は小さな事務所。社長と専務、それと従業員3人の小さな会社。それが35年も経てば自社ビルが建てられるんだから、社長はすごい人だった。ちらりと社長席を見る。今日もそこには花が飾られており、主がいなくてもきれいに整えられていた。社長、お酒です。いつも通りの挨拶を最後に、俺はオフィスを後にした。あなた。会社を出ればすぐに声をかけられる。視線をやればにこやかな微笑みを浮かべているのは妻の京子だった。京子、どうしたんだ。やだ、今日で定年でしょ。最後くらいここで出迎えようと思って。そうか。京子は俺よりも22歳も若い年下妻。5年前に縁あって結婚したのだが、年の差婚ということもあり、ある程度の距離を保ちながらの夫婦生活だ。35年だっけ。長い間お疲れ様。ありがとう。何よ、最後までよそよそしいのね。最後？最後。そう言って京子は預金通帳をひらひらとかざしてみせた。退職金は全部もらっといたから。慰謝料請求しないだけいいと思ってよね。突然そんなことを言われ、わけがわからなくなる。ふと見ると京子の後ろには大きなスーツケースがあった。誰が好き好んで22歳も年上のおっさんと結婚するのよ。5年我慢すれば退職金がっぽり。その一心でこの5年散々我慢してきたんだから。京子、俺たちは年の差婚だから。そう思っていた俺の感覚はどうやら間違っていたらしい。京子は最初から俺の退職金目当てで結婚したのだろう。だが、まあそうだろうな。うすうす感づいてはいたよ。それでも俺はお前と結婚しようと思ったんだ。まっすぐに京子を見てそう告げる。そう、俺は最初から気づいていた。京子が俺に思いを寄せているのではなく、俺の将来の金に思いを寄せていることを。それでも俺は京子と結婚することにした。不思議なことに、ある程度の距離感はとても心地よく、京子は外に男を作ったり遊び歩いたりすることもなく、自身の仕事も一生懸命こなしながら家のこともやってくれていた。それには感謝している。だから慰謝料はなしで構わないか。お前の大切な5年を俺はもらってしまった。佐之助、退職金は好きにするといい。これはお前が出しておいてくれ。そう言って懐から記入済みの離婚届を取り出すと京子へ手渡した。それに驚き目を見開いて
京子は髪と俺の顔を見比べる。後で退職金を返せって言っても絶対返さないんだからね。ああ、構わないよ。京子、今日までありがとうな。顔を真っ赤にすると、京子はきびすを返して街中へ消えていった。いっそすがすがしいような心持ちでそれを見送る。そうして5年ぶりの一人の我が家へ俺は足を向けるのであった。中年男の気ままな一人暮らしはまあまあ快適で、1年も自炊をしていれば慣れてくる。広い家は俺には手持ち無沙汰だから、半年前に小さなマンションを買って引っ越した。退職金は全部元妻にあげてしまったが、それとは別に老後の蓄えがあったのだ。元より一人で生きていくつもりだった。だから老後の資金は若いうちに貯めておいたのだ。今日は外に食べにでも行くか。身支度をして外へ向かう。たまには外でご飯を食べるのも悪くないと思い、足を向けたのはワインバーだった。ここは京子と出会った思い出の場所。彼女は元気でやっているだろうか。いらっしゃいませ。どうぞ、カウンターでもテーブル席でもお好きなところへ。店員さんに促されて、俺は店の奥へと進んだ。佐之助？その時ふと近くのテーブル席から声がかかった。この声は京子。嘘、やだ。そういう京子の前には背の高い男性が座っていた。ああ、この人は私の会社の取引先の人で。会社？そうよ。私、あの後会社を立ち上げたの。なぜか京子は落ち着きなく言い訳のようなものを始めた。おそらく俺から奪ったと思っている退職金でなのだろう。取引先の人が目の前にいるから余計なことは言ってほしくないと。そうか、元気そうで何よりだ。何よ、あなたこそまだ生きてたわけ？慌てているのか、京子は俺に対して攻撃的なことを言い始めた。私と別れてからすぐあの世行きかと思ってたのに、食生活だって乱れて家のこともやる人がいなくなって。だから身の丈にあった小さな家に引っ越したんだよ。そりゃそうよね。今まで私がずっと。あなたは何もできなかったんだから。ふんと鼻を鳴らして不満げな表情をする。あなたと別れて私はようやく自分がやりたいことができるようになった。つまらない会社員だったあなたと違って私は。言いたいことが山のようにあるのだろう。それを黙って聞いていた俺の顔と京子の顔を見ていた取引先の男性が突然勢いよく立ち上がった。京子さん、この話はなかったことにしてもらう。彼は私にとって命の恩人にも等しい人だ。その彼をそんなに蔑むような人間と取引など考えられない。そう言って彼は私を見た。その顔をよく見ると、君はもしかして井戸田くんかな？そうです、伊藤さん、お久しぶりです。彼、井戸田くんは会社員時代の後輩。5年前に独立してからは会うこともなくなってしまったが、彼が会社を辞めた後に俺は京子と結婚しているから、京子のことを知らなくても無理はない。私の仕事への姿勢や考え方は全て伊藤さんと富田社長から教わったもの。その彼を蔑むだなんて。京子の顔がみるみる青くなる。先ほどからの俺を蔑む言葉も勢いのまま言ってしまっていた雰囲気だ。彼女は言っていた。会社を立ち上げた取引先の人だと。ここで頓挫するのは非常にまずいのだろう。ああ、井戸田くん、すまないね。彼女は俺の元妻なんだ。伊藤さんの元奥様？そう、俺が仕事にかまけていて家庭を顧みなかったから
見下り班を叩きつけられてね。仕方ないさ。君も仕事にかまけてばかりではいけないよ。そう言って京子を見る。彼女の表情は驚きに満ちていた。俺のことを散々こき下ろしたのに、俺が全く気に留めていないことに疑問を感じているのだろう。京子、君には感謝しているんだ。こんな年の離れた俺に嫁いでくれたこと。期間は短かったが、俺は温かい家庭に帰ることができた。必ず料理も用意してくれたし、掃除もしっかりしてくれていた。ワイシャツにシワがあったことはないし、よそで男を作ることも俺が知る限りなかった。それは退職金をもらうまでって。それにしてもあんなに尽くしてくれたことに変わりはないよ。だから退職金はもともと君に渡すつもりだった。俺の口から出た言葉に京子はさらに驚いた。糸田君、京子はしっかりした女性だ。こうしてしっかりと態度で示さない俺にしびれを切らしてしまったが、本当に気配りができる女性なんだ。仕事でもきっと信頼関係を築くことができるよ。伊藤さん。それじゃ仕事の話中にお邪魔したね。あの時と同じように俺はきびすを返す。その時、あなた。あの時とは違う。俺の背中に京子の震えた声がかかった。出してないの？え？離婚届、私、出してないの？なんだって？その言葉に驚いて振り返ると、京子が俺に抱きついてきた。京子？今。最初は本当に退職金目当てだった。でも、あなたは私をとても大切にしてくれた。それは京子がちゃんと家のことをやってくれていたし。だから途中から本当に夫婦だったらって。何を言っているんだろうか。京子の顔を見ると罰が悪そうに視線をそらした。でもあなたの退職金を担保にして会社を立ち上げていたの。だから今さら後に引けなかった。それを正直に言い出せなかったのは俺の責任だ。そんなことないわ。私が。意を決したように俺を見る京子。だからこの取引がうまくいったら、会社が軌道に乗ったらあなたに謝ろうって。だから私。どうやら京子は俺と一緒に過ごすうちに夫婦としてやっていきたいと思ってくれていたようなのだ。てっきり俺は一刻も早く別れたいのだろうと思っていたのだが、俺があのような行動に出たがゆえに後に引けなくなったのだろう。申し訳ないことをした。糸田くん、仕事中にすまなかった。改めて紹介するよ。彼女は俺の妻の京子。よろしくね。あなた。伊藤さん。京子と糸田くんが俺を真剣に見つめていた。さあ、仕事中だろ。その話が終わったら、これまでのこと、そしてこれからのことを少し話そうじゃないか。待っていてくれる？もちろんだよ。伊藤さん、その心配には及びませんよ。そう言って糸田くんは契約書に万年筆でサインをして印鑑を押した。それはあっという間の出来事であっけに取られる。俺にとって伊藤さんは信頼に値する人間だ。その伊藤さんが伴侶と認めた人、その人が伊藤さんを信頼している。これだけで十分ですよ。糸田さん。京子さん、俺はお先に失礼します。どうぞご夫婦で仲直りされてくださいね。詳細はまた後日お話ししましょう。ありがとうございます。笑顔で去っていく糸田くんを見送る京子は、その背中に向かって何度も深々とお辞儀をするのであった。行ってきます。行ってらっしゃい。俺は玄関で出勤していく京子を見送る。狭いマンションだが、夫婦二人で暮らすには程よい大きさの底で、今俺は
専業主婦として過ごしている。ああ、そうそう。今夜は井戸田さんと打ち合わせがあるから。うん、わかったよ。遅くなるんだね。違うわよ。ここでやるから美味しいもの作っておいてよね。そう言って京子はパタパタと出て行った。仕事に行く人、家を守る人。役割が変わっても京子は京子のまま。程よい距離感だが俺を大切にしてくれている。京子が言っていた俺がいつも彼女を大切にしてくれていたというのは俺にも言えたことで、こうしてまた夫婦で過ごすことができる日々をとても愛おしく思う。さてと、今夜はお客さんが来るのか。美味しいワインを仕入れておつまみは5品は用意しておこう。彼女の仕事の成功は俺にもかかっているんだと思うと腕が鳴る。俺たちなりの距離感でこれからも夫婦二人三脚歩んでいこうと胸に誓うのだった。